今日はいちご大福を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、いちご大福を作っていきたいと思います。もうすぐひな祭りということで、ひな祭りにもぴったりなおやつなんですけれども、今回は手軽に切り餅を使って作っていきたいと思います。さらに電子レンジだけで作れるのですごく簡単です。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。切り餅、あんこ、いちご、お水、お砂糖、片栗粉。今回はこちらの材料で作っていきます。まず切り餅なんですが、今回は四角いね、お餅を使っていきます。グラムで言うと1つ約 50g になります。なのでグラム全部で合わせて 150g の切り餅を使っていきます。そしてあと使うのはお水、お砂糖、片栗粉ですね。片栗粉はね、打ち粉として使っていきます。大福のお餅の生地に関しましては、切り餅とお水とお砂糖だけで作っていきます。この砂糖の量とお水の量なんですが、この量を減らしてしまうと大福のお餅が硬くなりやすくなってしまいますので、必ず分量は守るようにしてください。そしてあんこですね。こちらはですね、こしあんを使っていきます。お好みで粒あんまたは白あんを使っていただいても OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それではまずはじめにあんこをね、4等分にしていきます。1つね、だいたい 25g 前後ぐらいにしてください。今回私はね、計量していきますが、だいたいね、分けていただければ大丈夫です。そしたらまず 25g ですね。このぐらい取っていただいて、そして丸めます。はい、このように丸めてください。それでは残りも同じようにね、丸めていきます。はい、あんこはね、このように丸めておいてください。それでは続いていちごのヘタを切り落としていきます。はい、いちごはこのようにヘタを切り落として準備しておいてください。それでは続いてお餅を切っていきます。まず縦半分に切ってください。切り餅はね、すごく硬いので手を怪我しないようにだけ十分に注意して切るようにしましょう。そしたら今度はこちらを4等分にします。切り餅はまずね、このぐらいの小さめのコロコロサイズに切ってください。それではね、残りも同じように切っていきます。切り餅はこれで OK です。それではですね、耐熱のボウルにこのように切り餅を入れてください。ボウルはですね、少し大きめのボウルを使用しましょう。そうしましたらここにお水と、あとは砂糖を入れます。そして一度ね、軽く混ぜてください。はい、でこのように馴染んだらふんわりラップをします。そして1箇所ね、空気の出入り口を作っておいてください。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で3分加熱していきます。はい、3分加熱しました。そしたらね、やけどしないようにラップを外してください。今ね、このような状態です。そしたらですね、このようにお餅を押さえつけながらよく混ぜていきましょう。最初はね、このようにちょっとシャバシャバしてるんですが、だんだんね、馴染んできます。このようにゴムベラでお餅を押さえつけながらね、馴染ませていきましょう。このように水分がね、お餅全体と馴染んだら最後もう一度加熱していきます。今度はラップをせずに電子レンジ 600W で1分加熱してください。はい、1分加熱しました。今このような状態です。そしたらもう一度ね、滑らかになるまでしっかり混ぜてください。加熱してるとね、お餅が膨らんでくるので、必ず大きめのボウルで作るようにしましょう。このようにね、滑らかになれば OK です。ちょっとね、まだ塊が残ってたり滑らかにならない時はもう少しね、加熱してから混ぜてみてください。それではですね、バットの上にラップを敷いて、そして片栗粉を振ります。そしたらこの片栗粉の上にお餅をのせます。お餅をのせたら上からまた片栗粉を振ってください。軽くね、このように手で押さえて、このように形を整えたらこちらを4等分にしていきます。は
はい、こんな感じです。そしたらですね、手に薄くね片栗粉をまぶします。そして1かけら取ってください。こんな感じです。そしたらここに丸めておいたあんこをのせます。そしてこのあんこを包んでいきましょう。ちょっとねお餅が熱いのでやけどしないようにね注意してください。このようにちょっとお餅を伸ばしてこの上の部分でつまんで口を閉じていきます。このようにねきちんと口を閉じます。あとは裏返して形を整えます。この時ねまな板を使っていただくといいかなと思います。このように形を整えます。はい、このようにね形を整えてみてください。それでは残りも同じように作っていきます。はい、全部ね形が整いました。そしたらね最後仕上げていきます。キッチンバサミでパツンと切り込みを入れます。よいしょ。このように真ん中を切ってください。切ったらこの真ん中にいちごを入れましょう。はい、こんな感じです。このようにいちごを乗せてみてください。それでは残りも同じように作っていきます。はい、これでいちご大福の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね大福ももちもちで美味しそうに仕上がってます。いちごの存在感もあってとても可愛く仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。この大福のお餅がもちもちですごく美味しいです。そしてこのいちごの酸味が最高ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のいちご大福のポイントです。まず今回の大福なんですが切り餅を使ってます。今回私が使ってるのはね四角い切り餅なんですが丸餅を使っていただいても OK です。その場合は同じね 150g 用意するようにしてください。そしてこの切り餅なんですが1つをだいたい8等分ぐらいに小さめにカットしてください。そしてその後ですね電子レンジで加熱するんですがお餅をね加熱するとだんだんね膨らんでくるのでちょっと大きめのボウルを使っていただくといいかなと思います。今回入れたですねお水とお砂糖の分量なんですがこちらは変えずに必ず作るようにしてください。水や砂糖を少なくしてしまうとこのね大福のお餅が硬くなりやすくなってしまいますので注意していただけたらと思います。お砂糖にはですね保水効果がありますので必ずね入れるようにしてください。そしてまずはじめにだいたい3分ほど一度加熱してください。そうするとお餅が柔らかくなってると思いますのでまず水分としっかりなじませます。しっかりね水分が馴染んだらもう一度今度はラップを外して電子レンジで1分ほど加熱します。そしてその後滑らかになるまでしっかり混ぜてください。この時ちょっと器が熱くなってますのでやけどには注意していただけたらと思います。そしてその後ですねバットなどに片栗粉を敷いてその上にお餅を出してそしてまた片栗粉をまぶして少し広げて4等分にします。あとはですね丸めておいたあんこを包んでそして形を整えてください。ちょっとねお餅が熱いと思いますのでこちらもやけどには注意して包むようにしてください。そして形が整ったらこの表面の上の部分ですねここをキッチンバサミでパツンと2つに切っていただいてそして切った切り口のところにいちごをのせて仕上げてください。いちごもねあんまり大きすぎるとねバランスが悪くなるのでちょっとね小ぶりのいちごを選んでいただくといいかなと思います。あと大きさに関してはね今回ねこのぐらいちょうどね手のひらサイズの大きさになってます。この大きさはねお好みで変えていただいて OK です。こちらの大福なんですが時間が経ってもね結構柔らかさをキープできるんですけれども必ず作ったその日のうちに召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はいちご大福を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。